こんにちは。車のニュースの時間です。車が 1% でも好きな人は 100% チャンネル登録お願いします。朝起きて車がなかった時はパニックでした。窃盗犯が憎くて仕方ない。でも2週間以上経っても捜査は進展がない。もう諦めるしかないと思っています。こう語るのは、愛車のランドクルーザーを盗まれた東京都在住の50代男性の A さんだ。警察庁の発表によると、20年にわたり減少傾向だった国内の自動車窃盗件数が、コロナ禍の21年を境に増加傾向に転じた。毎年5000台以上が被害に遭っており、中でもアルファードの盗難件数が22年の330台から3年には700台に倍増するなど、高級車を狙った犯罪は後を絶たない。 A さんが被害に遭ったのは2月中旬の深夜2時頃、防犯カメラにはその犯行手口の一部始終が映されていた。深夜1時過ぎ、A さんの自宅前を1台の白いクラウンが通り過ぎた。1分後に再び現れると、車から3人組が降り、A さん宅のガレージに侵入。運転席側の窓越しに車内を念入りに狙い覗いている。その後1人を残してクラウンは A さん宅から立ち去ったが、1時45分頃、3度見たび現れると犯行に及んだ。1人は見張りに立ち、他の2人はガレージに消える。すると、わずか数分でランクルのエンジンが始動。そのまま犯人が運転して走り去った。捜査関係者が解説する。この窃盗団は道具を取りに行くためか、現場を何往復もするなど無駄も多く、経験は浅いと考えられます。しかし、恐ろしいのはそんな初心者窃盗団にもかかわらず、作業を始めてからの犯行時間はたった5分足らずだったことです。さらに、A さんは Wi-Fi でネットに接続するタイプの防犯カメラも設置していましたが、肝心の窃盗時の記録だけがなかった。妨害電波を発する機器を使ったのだと思います。A さんは当日は風も強く、物音には一切気づかなかった。ランクルが好きで、自分でも手を加えて愛用し続けてきただけにショックは大きいと嘆く。このように犯行に使われる器具は進化を続けている。その最先端がゲームボーイと呼ばれる電子機器だ。このデバイスは車から発せられる電波を特定し、模倣した電波を発することで、解除からエンジン始動までを可能にする最新の犯罪ツールです。一般にはキーエミュレーターと言いますが、十字キーやボタンなどのデザインや大きさが似ていることからゲームボーイの通称で呼ばれています。海外では、21年末頃から逮捕事例が報告されていますが、ついに日本車にも対応したモデルが出てきたのでしょう。前出捜査関係者、際立つ対策の難しさ。ゲームボーイはもともと緊急時の解除を行う道具として業者向けに販売されていた。海外の販売サイトにも違法行為に使用することは禁止されていますと注意書きがある。しかし実際は犯罪に悪用されているのが実情だ。サイトを確認すると、トヨタと書かれたゲームボーイを発見した。対応車種の欄にはレクサスやランクル、アルファードなど高級車が並ぶ。さらに公開されていた指南用の動画を見ると、ゲームボーイをドアにかざすだけで解除からエンジン始動まで行っている。時間はわずか12分程度。価格は約2万ユーロ約320万円とかなり高額だが、恐れるべき性能である。窃盗犯の魔の手から愛車を守るためにはどうすればよいのか。自動車生活ジャーナリストの加藤久美子氏が語る。なかなか有効な対策はないのが現状です。ありきたりですが一番有効性が高いのは国産のセキュリティ用品を実績ある正規のショップで付けてもらうこと。ハンドルロックは切断されやすいため、より強固で切断には専用工具が必要な高級タイヤロックの方が効果的でしょう。市販の GPS やAirTagを購入し、仕込むことも有効です。追跡できれば、取り戻せる可能性が格段に上がりますから、メーカーの純正セキュリティだけで安心してはいけません。設置位置が完璧に解析されているため、壊しにくい場所でも真っ先に破壊されるからです。また加藤氏は、自動車の窃盗はたとえ数十億円超えの被害額でも、実刑が56年程度の場合もあるなど、比較的刑が軽いと厳罰化の重要性も訴えた。悪質化が進む高級車窃盗。このまま犯罪者だけが高笑いをすることだけは許されてはならない。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。アルファードの2023年の販売台数は5万3000だそうです。700台が盗難ということは、単純計算でアルファードの75台に1台が盗難に遭うことになります。盗まれた700台が全て2023年の販売ではないとは思いますが、毎年5万台売れて毎年700台が盗まれ続けると考えれば、おおむね似た数字になると思います。これはなかなかひどい数字です。せっかく高額な車を購入しても高確率で盗まれるのはたまったものではありません。窃盗、盗難に関しては罪が軽すぎる。執行猶予なし。懲役20年ぐらいにしてみ。
割が合わないから絶対に件数は減るから、それと GPS の装着をディーラーで選択できるようにしてほしい。トヨタセッシングを使ったらできるはず。まああとはプラグに電気が飛ばないようにするとか、燃料ポンプの電気遮断とか、自分で守るしかないですよね。キーエミュレーターでしょ。注意喚起のために書くけど、やり方はゲームボーイ風の装置を対象車両のドアノブに近づけ、その装置のとあるボタンを押す。すると装置からランダムに信号ドア解除信号が発射される。ランダムに発射された信号が当該車両のドア解除信号と合致すればドアが開く。通常のスマートキーで開ける行為と同じになります。ランダムに信号を発射するので、信号を発射している間は、何回かドアノブを引っ張って開ける行為をしなきゃいけない。そうしないと犯行を行う者も、どの信号でドアが開いたかわからない。ドアが開いたらその信号で車のエンジンをかけて走り去る。車を一切傷つけないやり方だと思う。これに対抗するには、キーエミュレーターが効かないセキュリティを施行するか、切ることが困難な船舶用チェーンを使って地球にロックするしかないと思う。ちなみにこれに似た感じのコードグラバーという窃盗方法も怖いです。盗まれた方々の心痛は計り知れない。そしてほとんどの車が戻ってこない。車を購入するまで一生懸命働いて、やっと手にしたのが水の泡では、どこに不満をぶつければよいのか。司法が民を守るものであるなら、現状の刑罰では足りないということ。さらなる厳罰を施行できる法整備を望む。ランクル乗りだが、普段、ちょっと乗れるような車ではない。怖くて乗れないから別の車に乗っていて、おっきいプラモデル状態になっている。タイヤロックロックナット。ハンドルロックは無意味で、身近な工具で一瞬で解除できます。一番有効なのは、牽引フックボルト用節油圧カッターで切れない船舶用の特殊なチェーン。大阪に住んでいるが下見に来た不審な奴らも一瞬で諦めた。堂々とセキュリティなしでとままっているプラドをよく見るが、いつか持っていかれると思う。少なくとも左前方には人が入れる空間を作らない方が良い。電波だけでは対処しきれないでしょう。指紋認証や面倒でもキーシリンダーをつけてキーを差し込まないとエンジンがかからないようにして、それも容易にキーシリンダーを引き抜いて交換するようなことができないようにする必要がある。自分がもしアルファードに乗ったら車中泊が趣味ということもあり、ガレージに停めている時も毎日車内で寝ることで、不審な物音がしたら起きて犯人を撃退できる体制を取ろう。もちろんハンドルロック、ブレーキペダルロック等も重点的にやるけど、一言にアルファードといっても、盗まれてるのは SC パッケージでさらにサンルーフついてると、アルファードの場合対象になりやすいだけで、ランクルはグレード関係なし装備関係なしで、窃盗されるから、アルファードとは大きな差があるからね。刑罰の軽いということは国自体が犯罪を奨励していると同じ。国にも賠償責任を負わせれば慌てて厳罰化するだろう。つまり国というか政治家は自動車の盗難については所詮人事ということ。対策は、世直しとして政権を変える必要がある。単純に車の始動に必要なヒューズをどれか抜いてダミーヒューズに変えるとか、配線にスイッチかませて、スイッチを目立たないところに仕込んでおくとかの方がいいのでは。車のエンジンがかからないのなら、ユニックで釣るなり、フォークリフトで持ち上げるなりしなきゃ持っていけないと思うのだが、こんな大げさなことをする窃盗犯はいるのだろうか。この対策をして盗まれた人いる？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。